今日は EDM ではないダンスミュージック、社交ダンスのスタイルを解説していくよ。社交ダンスは中世の宮廷舞踏会が由来になる歴史の長いダンスだね。現代においても趣味や競技として多くの人に親しまれているダンスでもある。日本では映画、テレビ、漫画などの媒体で社交ダンスをテーマにした作品があるから、社交ダンスは詳しくは知らないけど名前は知ってるという人が多そうだね。社交ダンスはモダンとラテン、大きく2つのジャンルに分かれているよ。ただこのジャンルはダンスの区分で音楽ジャンルとは違うから注意が必要。ラテンダンスはラテン系の音楽で踊るというわけでもないんだ。社交ダンスでのダンスジャンルと音楽ジャンルは同名でも結構差がある。スノで作るときはその点に注意だね。これから詳しく解説していくよ。動画の前半ではモダン5種目それぞれのスタイルを解説するよ。まずはダンス種目としてのワルツ。音楽ジャンルだとスローワルツが適切かな。社交ダンスにおけるワルツはかなり遅いテンポのワルツになるよ。だからスノで生成するときも普通のワルツよりテンポを落とす。だけどスノの生成の使用上3拍子はスローになりにくいんだ。スノは3拍子が8分の6拍子に変化しやすい。だから3拍子にスローの効果を与えるとよりスローにできる8分の6拍子に変化して3拍子として聴くとむしろ高速になるよ。スローにするとテンポが上がるって音楽知識がないと意味不明かもね。だからスローワルツスタイルでもスローなワルツにならないことも多いよ。次はベニーズワルツ。これは音楽ジャンルでも同じ名前だよ。日本ではみんなワルツと呼ぶ方が一般的な名称かもしれないね。日本ではオーストリアの首都のことを英語ではなくドイツ語でウィーンと呼ぶ。だからウィーン由来のいろいろなものもベニーズではなくウィンナと呼ぶよ。コーヒーやソーセージもウィンナだね。もちろん英語圏ではそう呼ばない。ただ実はスノにおいてはウィンナワルツも効果があるんだけど、今回は正しい表記の方を採用したよ。ウィンナワルツを使ってもいいとは思う。ベニーズワルツの特徴はテンポがかなり速いってことだね。だからスノの生成の使用上8分の6拍子にはなりにくい性質がある。普通に考えると逆なんだけどね。スノならではの変わった特徴だよ。次はタンゴ。アルゼンチンが発祥の情熱的で哀愁漂う曲調が特徴の曲だよ。社交ダンスのタンゴは普通のタンゴよりリズムが明確でシンプルな特徴がある。スノではボールルームタンゴスタイルが社交ダンスのタンゴに近い曲になるよ。社交ダンスのモダン5種目は今紹介した3種目の他にはフォックストロットとクイックステップがある。ただこの2種目はスノでは効果がない。フォックストロットはスローテンポのスイング、クイックステップは高速のスイングだからスロースイングとファストスイングで似たような曲を作ることはできるね。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。社交ダンス瞬間のロマンス、光と影の交わるチャンス、足元揺らぐけど止まらないこのダンスだけは社交ダンス瞬間のロマンス、光と影の交わるチャンス、足元揺らぐけど止まらないこのダンスだけは永遠に。
社交ダンス瞬間のロマンス光と影の交わるチャンス社交ダンス瞬間のロマンス光と影の交わるチャンス足元揺らぐけど止まらないこのダンスだけはモダン社交ダンスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。社交ダンスの曲は現代の EDM と比べると圧倒的にドラムが弱いのが特徴だね。まあ時代が違いすぎるから当たり前で、そもそも比較するものでもないけど、現代の曲に慣れた人にとってはむしろリズムに乗りにくい曲だと思う。だから EDM 系のドラムの強い曲と混ぜた方が乗りやすくはなるだろうね。ただドラムが弱くなるスタイルはむしろスノでは珍しいタイプだから、その効果を生かしてドラムの弱い曲を作ってみても面白いと思うよ。それじゃ次は社交ダンスのラテン5種目、それぞれのスタイルを解説していくよ。チャチャチャはキューバの音楽、ダンス名も音楽ジャンル名も同じだよ。2、3、チャチャチャのリズムで有名。4拍目と1拍目の間にもリズムが入る。同様、おもちゃのチャチャチャのサビはこのリズムを1拍ずらしたアレンジだね。このリズムはスノだと基本的にボンゴなどのラテン系打楽器で刻まれる。そして他の曲と混ぜてラテン系打楽器の音が消えるとリズムまで消えてしまうんだ。だからチャチャチャのリズムを他の曲に混ぜるのはかなり難しいよ。それとチャチャチャはチャチャチャと歌う声が入る効果もある。スノは効果の弱いスタイルを入れるとスタイル名を歌ってしまう問題があるけど、チャチャチャは不具合ではなく正しい効果として声ネタが入ると思うよ。次はルンバ、キューバ発祥の音楽。これは音楽ジャンルだとボレロが近い。音楽ジャンルのルンバは社交ダンスのルンバとは全然違うよ。西洋ではキューバ系の音楽を何でもルンバと呼ぶ慣例があって、本来ルンバではないジャンルの曲もルンバと呼ばれてしまうことが多い。社交ダンスのルンバは本来のルンバよりスローテンポでゆっくりとした雰囲気だから、ルンバよりもボレロの曲調の方が近いと思うよ。次はジャイブ。これはちょっと特殊だね。音楽ジャンルとしてもジャイブはあるけど、社交ダンスのジャイブはいろいろなジャンルの曲が使われるダンスだよ。ロックンロールが一番使われるかな。ただこれは別の動画で解説したいから今回はブギウギを紹介するね。これもジャイブではよく使われる音楽。ブギウギはアップテンポで明るく軽快な雰囲気のピアノ曲。ラグタイムと似た雰囲気でロック系プラスハネリズムを足した感じ。このリズムが後にロックンロールに進化してロック系リズムになるわけだね。社交ダンスのラテン5種目は他にサンバとパソドブレがある。サンバは別の動画で解説したから今回の動画で改めて解説はしないよ。社交ダンスのサンバは本来のサンバよりスローテンポでリズムがシンプルだから、スノではサンバ 100bpm のスタイルにすると社交ダンスっぽくなる。パソドブレはスノだと効果が非常に弱く不安定なスタイル。他の曲と混ぜるとほぼ効果が消える。だから今回は解説するのを見送ったよ。スタイル単独でどんな曲になるかはこの後の実例で紹介させてもらうね。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。社交ダンス瞬間のロマンス光と影の交わるチャンス足元揺らぐけど止まらないこ
交ダンス瞬間のロマンス光と影の交わるチャンス足元揺らぐけど止まらないこのダン社交ダンス瞬間のロマンス光と影の交わるチャンス足元揺らぐけど止まらないラテン社交ダンスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。今回は社交ダンスの話もしたから動画がかなり長くなってしまったね。純粋に音楽スタイルの話だけをしてダンスの話は省略しようかと思ったけど、社交ダンスの種目と音楽ジャンルが同名なのに別物なのは混乱するからね。だから真面目に解説することにしたよ。興味がなければ聞き流してね。それじゃまたね。